我々アドバンテックはですね、もともとハードウェアの産業のハードウェアを販売する会社でございまして、私の所属するエンベデッド IoT というグループでは特に組み込み用のハードウェアを主体にビジネスを行ってきているんですが、そういったハードウェアを使って、例えば無人で、オペレーションさせるようなデジタルサイネージですとか、あるいはキオスク端末のようなそういったアプリケーション向けの製品を開発されるようなお客様にハードウェアのみならずそのリモート監視のソリューションといったものも一緒に提供させていただけるというところが一つ挙げられると思っています。さらにそのデバイスオンを含むですね、WisePath というアプリケーションソフトウェア群、そういったものを我々提供しております。非常に幅広い業務分野に対するソリューションということで、いろんなプラットフォームを用意しておりまして、これを活用いただくことで、例えば製造業向け、あるいはリテール向け、あるいはメディカルヘルスケア向けといったような、そういったアプリケーションを構築されたようなお客様にハードウェア、ソフトウェアともに活用いただけるということができるかと思っています。こういったものを我々プラットフォームとして用意はしているんですが、そのままなかなかエンドユーザーさんにお届けすることはできないので、そういった業務ごとの仕事内容に精通されているようなドメインフォーカス SI と我々呼んでるんですが、そういったパートナーさんをたくさんパートナーシップを結んでいって、そういったパートナーさんがお持ちのソリューションと一緒にですね、我々の製品を紹介させていただくということで、さまざまなクライアント様のニーズにお応えできるソリューションが提供していけるんではないかというふうに考えております。そういったことで、ぜひいろんなIoT 活用するというような中でですね、いろんな悩みをお持ちの方いらっしゃると思いますので、ぜひ、こういったことが実現できないかということで、お困りの点があればご相談いただければというふうに考えております。本日当社では、IoT のデバイスをですねリモートで管理できるようなマネジメントソリューションということで、WisePath のデバイスオンという、そういった製品を、ご紹介しております。でまず、今回ですねデモンストレーションとしましてはこちらの端末とこちらのパネルコンピューターの2つのデバイスを Azure 上で動作をしている WisePath デバイスオンという管理ソフトウェアで監視しているという、そういう見立てのデモンストレーションを行っております。でこちらに映っている画面が、管理者の方が実際にその遠隔地でこれらの端末をリモートで監視するようなそういったデモになります。こちら今2つのデバイスが電源が入って動いておりまして無人でオペレーションされるような例えばデジタルサイネージですとかキオスク端末のようなものを想定したデモンストレーションになっております。で今全体で4つのデバイスが登録されておりましてこの動作をしている2台が実際に電源が入っているので緑色で表示されているというそういった状態になっております。でこれらの端末がまずどういった状態にあるかというようなところを、CPU が、どれぐらい使われているかとかですね、メモリーが、どの程度使われているかこういった、基本的な情報からですね、実際に、この端末が、今手元にあるんですが、実際は遠隔地にある、例えばデジタルサイネージの端末が、動作しているかどうかということを、スクリーンショットという形で、このような形で、実際に動作しているということを、リモートの環境で確認いただいたりすることができます。さらに Windows 10のですねロックアップ機能を利用しましてこの USB のフラッシュメモリーなんかを勝手に挿してウイルスが仕込まれるとかですねあるいはデータを抜かれるようなそういったことができないようにするとかですねあるいはこういったタッチパネル付きの製品に対してタッチパネルであったりあるいはジェスチャーみたいなそういったところをできないようにするというようなそういったこともリモートで行うことが可能になっております。でさらに特徴的なのはですねこちらにございます OTA という機能を使って
リモートでですね、アプリケーションソフトウェアであったり、あるいはファームウェアといったもの、こういったソフトウェアを遠隔の端末、遠くに設置されているものに対して自動配信してアプリケーションの更新を行ったり、あるいはファームウェアの更新を行ったりという、そういったことができるツールも備えております。これは一台一台の端末に個別に行うこともできますし、あるグループに対してまとめて同じような同じソフトウェアを一斉に更新するというような、そういったこともできるようになっています。またセッティングの機能を使いますと、ある動作に対して敷地を設けて、その敷地を超えるような異常が発生したときには、管理者の持っているスマートフォンなんかに SNS、ショートメッセージですね、通知を流したり、あるいは LINE とか、WhatsApp のようなそういったツールにメッセージとして連絡を入れるという、そういったこともできる、そういったソリューションになっています。でこちら基本的に先ほどのサイネージとかキオスク端末のようなそういったアプリケーションで使っていただくソフトにはなっているんですが、さらにそこにセンサーをつないでセンサーデータを吸い上げるとかという、そういったアプリケーションを構築されたい方に向けては、我々開発用のパッケージも用意しておりますので、そういったパッケージをシステムインテグレーター様にご利用いただいて、トータルのソリューションを組んでいただくということもできるような、そういった2つのパッケージのラインナップを用意しております。今回展示しておりますデバイスオンという我々のリモート監視のソリューションなんですが、こちらこれまではオープンソースのソリューションを中心に構成されていたんですが、この Azure 上で動作するデバイスオンというのをこの度リリースいたしまして、こちらの方は Azure の Kubernetes サービスであるとか、あるいは IoT ハブ、Azure アップとかですね、さまざまな Azure の提供される機能を使って構成することができております。これによってこれまでよりも成熟度であるとか、あるいは信頼性、そういったところで非常に信頼度の高いものが提供できるようになったというふうに自負しております。でさらにプラグ&プレイの機能なども実装する計画をしておりまして、それを含めてですね、よりユーザー様に使いやすいソリューションという形で提供していければというふうに考えています。我々このハードウェアに加えてこのようなソフトウェアのソリューションというものも実際に Azure の機能を使って実装し、またさらに新しい機能をどんどん取り込んでですね、新たなソリューションに仕立てていくということで、常にAzure をマイクロソフトさんのテクノロジーを活用した形でのソリューション開発というのに努めております。これによって製品自身の価値も上げることができていると思いますし、お客様に満足いただけるソリューションというものを今後も提供していけるというふうに考えています。非常にたくさんの来場の方がいらしておりまして、非常に会場エネルギーにあふれているというふうに感じて、IoT に対する期待というのがますます強くなっているなというふうに感じました。また発表いただいている基調講演でのいろんなパートナー様の事例なども拝見させていただいてですね、IoT も本当に実証実験などの段階から実際に活用であったり運用するというステージにもういよいよ突入してですね、それがもう実際にその付加価値としてその企業様以外のところに外販されるようなそういったところまで達しているということで、我々も非常に頑張らなきゃいけないなということを強く感じさせていただきました。